イタリア・シチリア島。海辺のリゾートでの昼食はシチリアレモンを添えたイワシのパスタがよく似合う。地中海の潮風をたっぷり浴びたシチリアレモンはその爽やかな酸味に特徴がある。しかしこれはシチリアレモンではなく柚子である。さらに言うならばここはシチリアでもイタリアでもない。桜と菜の花と春の光を求めて河津桜の二大聖地の一つ南伊豆の南の桜と菜の花祭りに向かって絶賛移動中。リゾートとは無縁の東伊豆のとある小さな海水浴場の無料駐車場にて車中泊での昼飯といった状況なのである。飯盒で茹でたパスタとレトルトパスタソースの茹で汁でお皿を温めておく。スターセレクトのデュラム小麦 100%、1.4 ミリのスパゲティを使用している。ちなみにイタリアでは 1.4 ミリだとフェデリーニと呼んでいるそうだ。パスタをひねっておくのを忘れないでおこう。ソースは羽衣、サンマペペロンチーノ。ちょい足しとしてスモークオイルサーディーンと自家栽培の柚子の輪切りでアクセントを添える。完成です。まあこんな感じですね。はい、こんな感じです。材料費200円弱だがおしゃれなレストランなら1400円の価値があるだろう。差し引き1200円の儲けである。本来なら冷えた白ワインといただきたいところなのだが、これから桜と菜の花祭りの南伊豆まで運転するのでワインはお預けなのである。食後のささやかな読書のひとときである。緊急指令、緊急指令。チャンネル T 車中泊平和維持活動班に次ぐ駐車場の T4 付近に何者かが残したタバコの吸い殻と紙くずなどのゴミが散見されている。直ちに収集撤去せよ。ここで放置するとその先に勝利はないだろう。こうしてまた無料駐車場にきれいな平和が戻ったのであった。出発前に河津町河津桜に最後のご挨拶をしていこう。やはり個人的にはここからの景色が今回見つけた静かで一番お気に入りのポイントである。それでは南伊豆に向けて出発しよう。国道135号線をひたすら南に向かう。でもせっかくなので
途中ちょっと寄り道して爪木崎に行ってみよう。爪木崎は静岡県下田市にある岬で、伊豆半島の南東部にあり、俗に須崎半島とも呼ばれる海に突き出た地域の先端にあたる。この爪木崎の岬の灯台は、個人的絶景灯台ランキングで上位に位置しているとても美しい灯台なのである。この爪木崎の灯台は国道135号線で河津町を出てからすぐの小ヶ崎ウィングというパノラマ展望台から見ると、相模灘に突き出た姿がかろうじて見える。人はなぜ岬とその白亜の灯台に惹かれるのだろう。ユーラシア大陸の西の果て、ポルトガルのロカ岬の碑文にこう刻まれている。ここに陸終わり、海始まる。詩人ルイス・デ・カモンイスのこの岬についての叙事詩の一節である。人が陸の果て、地の果てに来て、その先の大海原を目の前にしたとき、湧き上がる不安、希望、郷愁、憧憬、切なさ、サウダーでの感情が、大航海時代に生きたこのポルトガルの詩人の一節に集約されている。ここに陸終わり、海始まる。人が岬と白亜の灯台に惹かれる謎はそこにある気がする。午後4時を回ったところだろうか。南伊豆の3月初旬にしては寒風が強く、その景色を堪能するために温かい飲み物を準備しよう。刻々と西の山影に身を沈めていく太陽に抗うかのように、菜の花畑は時には細かく打ち震え、時には突風に激しく身もだえしていた。しかし、やがて諦めたかのように、日が暮れるのを静かに受け入れ始めた。日がさらに傾くと、菜の花畑は抗うことをやめ、ゆっくりと静寂に包まれていくのだった。車中泊旅ではよくお世話になるのが道の駅だ。伊豆半島には2022年現在9つの道の駅がある。伊豆半島の縦軸、北斗七星上に7つの道の駅と、その北斗七星を線対称に東と西に1つずつ。
南伊豆町には道の駅、下鴨温泉湯の花がある。ただ、同ホームページによると、この道の駅の足湯は、令和3年3月31日をもって施設老朽化のため残念なことに終了したとのことだ。外に出ると、頭上に北斗七星が静かにさやけ熊叩き。そしてオリオン座が木々の合間に消えていくのが見えた。次の朝、菜の花畑に朝一番で到着した。朝日を浴びた菜の花が車体と窓の鏡に映って菜の花畑の風景を広げていた。その風景に寄りかかり、飲む一杯のコーヒーは格別である。本日も全面的にどうしようもなく快晴。その日の伊豆半島の日の出時間は6時8分だが、南伊豆町は山に遮られる分だけ遅く、実際は6時45分であった。人気スポットだけに人混みが予想される日曜日だったのだが、さすがに日の出時間は、犬の散歩をしている地元の人以外、人影はない。菜の花畑独り占め状態である。午前6時45分の花畑は私の独壇場であった。かっ歩する足音が花畑に響いていた。しかし、どうも先客がいるようであった。一瞬、昨日見かけた河津桜を撮影していたアメリカ人かと思ったが、米軍で働いている通りすがりの男性であった。Morning. Did we meet ここで7時のローカルチャイムが流れた。 yesterday? I think you taking photo. この先客も6時半から来ていたそうで、自分が来た時は菜の花畑にはまだ日が差していなかったと言った。確かに。この花は何の花か聞かれたので、菜の花だと答えると、そう、菜の花。あ、菜の花、何の花じゃなくて、菜の花。いや、だから何の花なのかと続けるので、菜の花と区切って発音して分かってもらった。英語では既視感のあるコントだなぁと一瞬思って笑った。ネットで検索して菜の花は英語ではレイプシードフラワーということが分かり、うなずいていた。感動的な菜の花畑なのだが、ただ一つ気がかりなことがあった。この360度全方向から包まれるかぐわしい蜜の香りに鼻孔をくすぐられて、えも言われぬ幸福感に満たされるのだが、蜜蜂が一匹もいないのである。養蜂家がここに来ていないからだという人もいるが、そういう問題だけでなく、何か根本的なところで、蜜蜂がいないという闇が潜んでいる気がした。
農薬散布や環境の変化など複合的要因により世界的にミツバチが激減している。日本の養蜂家たちの丹精を込めた蜂蜜も某外国産の砂糖水を舐めさせて作らせているとか、残留農薬や抗生物質が検出されてニュースになる安価な蜂蜜に市場を蹂躙され、結果日本の養蜂家が減少していく現状も見え隠れしている。値段は高いのかもしれないが、まず我々消費者が食べ物の品質への高い意識を持って真面目な国産農家さんの安全な農産物を購入する姿勢が重要なのかもしれない。ちなみにここ加茂郡南伊豆町のこの畑の正式名称は元気な百姓たちの里の菜の花畑である。夏は一面ひまわりになるのだという。河津桜並木を堪能するのに発祥の地河津町は外せないが、南伊豆町も負けてはいない。河津町では味わえないプラスアルファの美が南伊豆町の至るところにある。例えばバス停である。伊豆の中で最も美しいバス停はどこかと聞かれれば、私は迷わず前原橋バス停を挙げるだろう。一見この時期河津桜だけに目を奪われがちであるが、バス停傍らの生垣に椿の花を配してバスを待つ客の心を二重に癒してくれている。伊豆半島のほぼ最南端であり、交通アクセスは良いとは言えないが、訪れる価値が十分にある。南の桜と菜の花祭りというのが南伊豆町の河津桜のイベントの正式名称である。河津町の河津祭りに遅れること8年、1999年から始まり、2022年現在で24回目を迎えている。河津町の河津祭りは出店もあり、100万人近くの観光客を呼び200億円の経済効果があると言われている。南の桜と菜の花祭りは約20万人の来訪者である。規模は5分の1程度かもしれないが、個人的には南伊豆の桜並木は河津町のそれより魅力的であると思っている。河津桜もソメイヨシノも基本、桜は挿し木によるクローンであるから、この南伊豆町の桜はあの河津町の原木と同じ遺伝子を持つ同一の木であるが、河津町の並木は河津川両岸に植えられているところは半分くらいであるのに対し、南伊豆町はほとんど両岸に植わっている。南伊豆町の並木に柵はなく、河川敷の散歩も容易に楽しめる。より多くの菜の花が咲いているので、南伊豆桜祭りはピンクと黄色の2色のコントラストにその特徴があると言ってよい。出店はないが人力車が走っており、風流であり、ここの花見はゆっくりと時が流れているような気がする。そして何より夕方と夜景が美しい。私はようやく青野川左岸の桜並木の最後の一本までたどり着いた。自転車を立てかけて河川敷をちょっと歩いてみる。桜と菜の花がきらめく川の光の中で激しく風に揺れていた。この景色はどこか印象派の絵画で昔見たことがあったような記憶が一瞬脳裏をよぎった。
青野川の右岸まで足を伸ばし桜散歩していると、人力車が前を通ってゆく。ふと、これこそ究極の花見の仕方であろうと直感した。通常20分コース2000円なのだが、幸い5分500円というお試しコースがあったので乗ってみることにした。金属部分がピカピカに磨き込まれている。メンテナンスもさぞ大変だろう。まあでも毎日ちゃんとやってれば。職人の手作りらしい。製造元車屋浅草。普通職人って目立たないところに貼るもんですけどね、そういう。こうして人生初の人力車上の花見が始まった。日本の人力車の先駆者は明治時代に馬車から着想を得て日本橋で開業したとされている。実にシンプルな二輪の乗り物ではあるが、どの乗り物にもないその独特の浮遊感に私は無邪気な少年のように心躍る思いであった。5分乗っているかいないかの時間だったが、足を使って歩む下々の者たちを優雅な乗り物の上から見下ろす貴族の気持ちが少し分かった気がした。花吹雪になってる。これはもうぼちぼちおしまいっすね。あ、そうです。まあ満開になったの先週の金曜ぐらいですからね。よう持ちましたよ。こうして夢のような5分間の花見の旅を終えた。ありがとうございました。移動する視点で桜を見るのもいいが、止まった視点で一本の桜を見ると見えてくる景色もある。じっと風景の一部と化していると、警戒心を解いたメジロが花の蜜を求めてやってくる。鮮やかなウグイス色のためウグイスと混同されがちだが、目の周りが白く、ウグイスより警戒心が緩いので近くでも見れたりする。ウグイス色で思い出されるのがお抹茶である。そうだ、人力車花見の後はお茶会花見をしよう。早速野立ての用意をする。お土産用に買っておいた桜まんじゅうをお茶請けの茶菓子に。祖母は裏千家のお茶の先生であった。手ほどきを受けたことがあったが、もっぱらお商売に預かる役だったので、正確にお茶を立てる作法は知らない。なので、なんちゃってお茶会であるのは否めない。お手前頂戴いたします。そして吸い切り。ここでは、懐紙、剣、茶巾で茶碗を拭く。だいたいこういう流れだったと思うが、確証はない。要は、移ろいゆく時の流れの中で、その一期一会の瞬間と空間を楽しめばよいのである。青野川の交わす風の中、仁王立ちの鳥がいる。強い風に首をすくめて折りたたんでいるので、ペンギンのように見えるが、本来首の長い白鷺であろう。白い鷺は肉眼では同じように見えるが、
くちばしの先まで黄色なので大サギのようである。よく目を凝らし注意深く観察すると、河津桜の周辺で織りなす自然と生き物の営みも見えてくる。朝露に輝く雲の巣も、そのうっとりする幾何学模様の美しさは筆舌しがたい。河津桜の満開時期は2月終わりから3月初めにかけてであるので、必然的に夕方、西の空の主役は三日月ということになる。青野川の水面に浮かぶライトアップされた河津桜の等間隔に並んだ並木のこの景色は、おそらく南伊豆町ならではの景色に違いない。またいつか三日月と桜を堪能しにここに戻ってこようと思うのであった。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと感じていただけたら、よろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。